俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句は、塩田に百日筋目付け通し、沢木金一。季語塩田、夏です。昭和30年に発表されました能登塩田25句の中の一句です。この作品により沢木金一は社会性俳句の旗手として世に知られるようになります。塩田は沢木がこの時初めて季語として用いた言葉でした。奥能登の塩田作業は百日浜辺といい、ひと夏100日作業ができたなら豊作とされています。奥能登の揚浜式塩田はその作業の厳しさと機械化による安価な塩が出回ったため、一時は廃れてしまい、ただ一軒を残すのみになりました。ただ一軒、現珠洲市にある角花家によって守られてきた塩田の風景を読み上げた作品が能登塩田の25句でした。奥能登の自然は大変厳しく、日中の日差しを遮るものは何もありません。その中での塩田作業を100日、3ヶ月余りを行うのです。早朝、海水を塩田にまき、エブリーという先が櫛状になった道具で砂に筋目をつけ、乾燥を促します。本格的な塩田作業は午後から、炎天下、裸足で塩田に入り、砂を一箇所に集め、さらに海水を流し込みます。そうして濃厚な塩水を取り出し、それを集めて一昼夜釜炊きをして塩は作り出されます。炎天下の作業に続き、真夏の釜炊きは体力勝負。塩を焦がすわけにはいかないので、細心の注意も必要です。日焼けで真っ黒になった肌に大粒の汗が噴き出し、薪をくべる浜地の姿には感動を覚えます。塩田婦の姿、浜地の姿、それは百日筋目付け通しという言葉に集約されています。塩田、100日、筋目を付け通す、この言葉の深みを想像力豊かに捉えたいと思います。優れた俳句はその場面を知らない読み手に対しても十分に訴える力を持ちます。ですが、俳句の持つ背景を知ることでさらに意味を深く捉えることができる、良さがわかるというのも事実でしょう。角花家が守り通した揚浜式製塩法はミネラル豊富でうまみもあることから、現在は見直され、塩田は再び増えつつあります。平成20年、揚浜式製塩法は国指定重要無形民族文化財に指定されました。奥能登にいらしたら塩田をぜひお訪ねください。沢木金一が見た風景はもっと素朴だったに違いありませんが、一徹に本物の塩を作り続けた一枚の塩田から強いメッセージを受け取ることができるでしょう。日本人の価値観も量より質に転換してきたと言えるでしょう。この俳句から思うことは、一時期時流の荒波に揉まれることがあったとしても、本物は必ず残るということです。信念を持って信じる道を行く、その生き様の素晴らしさを思いました。皆さんはどのようにお読みになりましたか？今日の一句は、塩田に百日筋目付け通し、沢木金一でした。それではご検議を。